こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日はお金の話をしたいと思っています。その前にあれですね、当時のライブが12月の22日の、日曜日8時半からやります。ちょっと8時15分ぐらいからスタートさせてもらってゆっくり始めていきたいと思っています。で、ご質問をね、お受けしたいなと思ってるので、お答えしていきたいなと思ってるので、質問とかあったらコメント欄にください。なんかちょっと短くやっていただけるとたくさん読めるから、短く簡潔に書いていただけるといいんじゃないかと思います。長いとね、ちょっと質問の意味がよくわかんないみたいになっちゃうからお願いします。で、今日お金の話ですね。お金のブロックね、やっぱすごい私も強かったし、で、お姉ちゃんもやっぱすごい強かったっていう話してて、最近お姉ちゃん、すごい分かりやすいのをあげてたんですよね、ブログに。で、結構なんていうのかな。お金のブロックって結局感情のその枠が自分の中にお金に対する観念がものすごい入ってる。ここまでみたいな枠が入ってるっていうのとか、そのお金に対する気持ちっていうのが、要はそのお金の枠とか自分のお金に対する気持ちっていうのが邪魔してるというかね、もともとだからお金っていうのはただのエネルギーであって大したことではないんですよね。ただその地球っていうのはお金っていうもののシステムがあるからね、何をするのにもお金っていうのがあって、でお金っていう枠が最大のもしかしたら地球の観念かもしれないよね。やっぱ宇宙ってそういうお金とかっていうシステムって多分ないと思うから、この観念っていうのを外すっていうのがもう本当に最大の私たちの解放になるんじゃないかなっていう感じですね。で、外し方って結構簡単なんですよ、実は。で、何かっていうと、私たちって波動だから、その波動、お金に対する波動がさ、いっぱいいろんな思い込みが入ってるんですよね、自分の中に。だからこれをどんどん外してって、要は大したことないことだから、一回その感情を解放していくっていうことですね、お金に対する。そういうふうにやっていくと、どん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 、自分が変わってくるから。あ、ごめん、今動画撮ってる、ママ。だからそうでも昨日すーちゃんのズボンのように買ったゴムはどこ？あとね、その上にある。あそこの上。16個？そうね。16個の上？探してみて。タチションしてる。まあいいや。そう、それで、その気持ちをどん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 外していくっていう風にしていけばいいから、例えば、何か、私昨日買い物行ったんだけど、買い物行った時に、ほら、お金出す時とかに感情出るじゃないですか。ああ、なくなっちゃうみたいな。ああ、使っちゃうみたいな。そういう風に出てきた時に、ブロック解除とかで、電球の玉で書き換えちゃってもいいよね。じゃあ、出てっちゃうって思った時に、新しい電球、じゃあ、いつもお金はあるでもいいよね。じゃあその電球の明かりパッと見て、これでも書き換わっちゃうから、その感情がなくなっちゃう。次の次元に行っちゃうみたいな感じでね。でもいいし、だから統合のワークでもいいし、何でもいいですよ。とにかくこの感情を書き換えていけばいいっていう感じ。だからじゃあ、じゃあ ATM でお金を引き出すときに、銀行口座からなくなっちゃうって気持ちが出るとするじゃないですか。その時に統合のはその気持ちを前に出して投げて、こう光を入れるみたいな。一回こう解放させてあげるんですね。で、こういう中に入れる。これもだからこう中に入れるとか、こう手とかつけないでもこう自動で、だから今この感情が出てるなってこう意識して、で、ここの前に出した感じにして投げちゃって、でこっちに光入るみたいなのを自動でやっちゃうみたいな、イメージでやっちゃうみたいな感じだね。とにかくその自分のここに感情があるっていうのを出してあげればいいんですよ。気づいてあげる。もう気づくだけでなくなるってバシャールも言ってたから、この感情をどんどん解放していくっていう風にしていくと、だんだんお金に対する観念が書き換わっていくんですね。なくなっていく。だから特別視してるんですよ。私たちってすごいお金に対して、なんかお金はいけないとかさ、お金は魔物とか、これしか受け取れないとか、なんかそういう感情がすごい入ってるってことだから、それをもうどん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 外す。なんか
徹底的にやった方がいいんじゃないかな。ここが要はさ、制限も入ってるんですよ。お金の枠が入ってるってことは、自分の行動の制限も入っちゃうんですよね。これしか受け取れないからこれだけの行動みたいな感じの枠が入るから、やっぱお金のこの感情の解放っていうのをどんどんやっていくといいと思います。徹底的にやるみたいな。私もすごいやっぱ書き換えお金に関してはすごいあったからやっぱりいっぱいやりましたね。出てくるたびにやるみたいな。1回2回やるんじゃなくてやっぱりいっぱいやるといいんですよ。なんでかっていうとその感情ってなんかお金ってさやっぱり使うとこっていっぱいあるし欲しいものが出てきたりとかね。そうとにかくそういういろんなあとこう日常生活とかにやっぱりお金かかったりするからどうしてもそのお金に関する観念の感情が毎回出るんですよ私たちが。そうだからそれチャンスなんですよね。出るってことはチャンスだからその出るたびに書き換えていくどんどん解放していくっていう風にするとなんかね何にも思わなくなってくるんですよお金に対して。なんか無心みたいな。で無心になってくると要は軽くなってくるからそうするともうお金が、大きいものも受け取れるようになるしっていう感じですね。だから重いんですよやっぱり観念が入ってるってことは、前回も言ったけど重い感情が入ってるってことだから動くものも動かなくなる受け取れるものも受け取れなくなるみたいなそういう感じだと思うんですね。で何だったっけなあとお姉ちゃんのやつだとそうだ設定するって言ってたね。だから金額を設定して今はだいたい例えば普通に OL とかさパートとかでもいいけど月これぐらい入ってくるとか自分でお仕事してる人もねこれぐらいっていう収入の中で考えてると思うんだけどその設定をやっぱちょっと上に上げて例えばじゃあ月収20万だとすると月収20万から50万ぐらいに上げてで50万入ってるような感じで行動していくんだって。50万だから全然ねこの行動が変わってきたり気持ちが違うんですよね。なんかこの枠のなんか数字とかだよね数字の枠の中で動かなくちゃっていう感じで自分はやっぱり行動しがちなんですよ。そこを50万って設定した時に50万の行動になってくるからなんかもうそんなに変わんないんだけどとにかく気持ちが全然違うんですよね。でそうなってくるとやっぱり現実もそうなっていくっていう感じだから、そういう感じでやっていくといいんじゃないかな。私はねなんかちょっともういかれちゃってるっていうかねいかれちゃってるってなんていうのおかしくなっちゃってるんですよね。宇宙的にエネルギーとして見るから金額としてはもうものすごい大きい金額というよりもエネルギーか大きいエネルギーを受け取るってもう意図してるから回していくみたいな、もうなんかこうなんつうのかな、回したくてしょうがないっていうねそのエネルギーを回したいみたいな。ないよ。じゃあちょっと待ってて今探してあげるからね。そういう感じで設定、でもやっぱりその枠があった時っていうのはやっぱり徐々に設定金額を大きくしてきましたね。大体私の場合だと普通に働いてた時は、20万ぐらいするじゃない。ですごい体を身を粉にして働いて最大で40万かぐらいかな。でこういうネットのお仕事を始めてからはなんか50万以上とか行くようになったんだけど100万とかっていうのがなかなか超えなかったんですよね。だから徐々にハードルを上げてったんだけどだからそのなんていうのいきなりさこう1000万とかになるとなんかもう無理だってまたそれで感情が出てくるからそれでもいいよ。それで出てきたら書き換えるっていうやり方でもいいんだけど徐々にハードル上げていく。だから倍ぐらいかな。今ある金額のまず倍ぐらいから設定して行動していくといいんじゃないかな。行動していくっていうかその設定してそれがあるような感じで生活していくっていう感じにすると徐々に上がっていくんじゃないかと思います。いきなりなんか1億とかになっちゃうともしかしたらもうその負の感情無理だっていう気持ちがとの差で結構大変かもしれないから、徐々にっていう感じにやっていくといいんじゃないかと思います。このねお金の枠っていうのは最大の苦しさでもあるけど最大の地球的な面白さなんですよね。このねやっぱ宇宙的に言うとこれすごい体験したかったあと体験したい宇宙人がいっぱいいるんじゃないかなっていうなんか羨ましいこうよだれを垂らしてるような映像が見えるからやっぱり相当面
面白いこの枠っていうのが地球のこうなんていうの面白さなんだろうなって思ってる感じですね。だから私たちこの枠外れちゃったらやばいってことですよね。やばいことになっちゃうし、やばいってなんだろうだから豊かさの中でも生きる時、もともと私たちは豊かな存在だから枠の中でできないとか苦しいとかの体験をしてたっていう、ただそれだけのことだから、そうそう。だからね、お金っていうところに結構こうなんていうのブロックが強いなっていう人はこの枠外したらもうほんとすごいことになっちゃうから、こういう感じで外していくといいと思います。お金に関してはまた少しずつ出していきたいと思うんですけど、とにかくやるのは自分だからね。自分自身の持っている観念、これは自分が持ってるっていうよりもこう元々のこうやっぱり家庭環境とかね、親の観念とか、あと社会の観念、周りの人たちの収入とかに大体左右されてると思うんですよね。うん、だから私もさ結構お父さんとか喋っててなんかこういうのやりたいああいうのやりたいとか言うと気をつけろ気をつけろって絶対言われるんですよね。なんか危ないぞ気をつけろみたいな。でやっぱなんていうの危ないとか気をつけろっていつも言われちゃうと小さくなっちゃう。今は枠外れてるから笑っちゃうんだけど、なんかそういうさちゃんと真面目に聞いてたとしたらもうすごくそうだなやっぱり怖いなっていう感じになっちゃうよね、周りの人にね。なんていうのだからやっぱ周りの人家族とかの観念っていうのがやっぱり強く私たちは左右されてるんだなっていうのを感じてるっていう感じですね。はい。まあ、いろいろね、やってみてください。このお金の観念っていうところ、今、今年はあと2週間ぐらいかな。もう 2週間来てますけど、ここ外すといいと思います。集中的にやるっていうのかな。まあもちろん来年やっていただいてもいいと思うんですけど、集中的にここを、やるといいんじゃないかな。かなりやっぱり枠としての強いものが入ってると思うから、逆に言ったらこれ外していけばすごい楽になるから、暇な時にね、やってみてください。ではでは。